皆さんこんにちは。今回の解説へようこそ。さて今日は台湾へ化粧品を輸出しているプロの皆さんに向けて、今業界で一番ホットでかつ絶対に避けられないトピック PIF 製品情報ファイルとパッケージの香料表示ルールについて日本語でがっつり解説していきます。これ本当に重要なので最後までお付き合いくださいね。さて早速本題に入りましょうか。今日一緒にたどっていくコンプライアンスジャーニーのアジェンダがこちらです。最新動向から始まって新しい香料ルールの詳細、24種の特定成分、外箱への記載事項、そして最後に PIF での扱い方まで一気に見ていきます。ちょっと複雑に聞こえるかもしれませんが、ステップバイステップで分かりやすく紐解いていくので安心してくださいね。ではまずセクション1、台湾化粧品法規の最新動向です。今台湾の化粧品規制ってものすごいスピードで近代化が進んでるんですよ。特に PIF に関しては世界基準のめちゃくちゃ厳しい透明性が求められるようになってきています。つまりこれって単なる書類の書き方が変わるって話じゃなくて、製品の安全性に対する考え方そのものがガラッと変わるパラダイムシフトなんです。そこで皆さんにちょっとお聞きしたいんですが、台湾向けの化粧品の成分表示、未だにただ香料ってポンと書くだけにしてないですか？もしそうだとしたらちょっとストップです。それブランドオーナーや製造業者の皆さんにとって今まさに迫り来るコンプライアンス上の大ピンチになるかもしれないんですよ。どうしてそんなに危ないのか詳しく見ていきましょうか。というわけでセクション2、香料表記の新しいルールに入ります。今まで当たり前だったシンプルな書き方がこれからどう厳しくなっていくのか、その違いをクリアにしていきましょう。これ今までの表示と今後の表示を並べたものなんですが、違いは一目瞭然ですよね。今までは水、グリセリンときて最後に単に香料とかフレグランスって書いておけば全然 OK でした。でも新しいルールだとどうなるか。アミル系ヒアルデヒドとかベンジルアルコールみたいにアレルギーの原因になり得る特定のアレルゲンをズバリ目なしで書かないといけなくなるんです。ごまかしが効かなくなるってことですね。じゃあなんで台湾当局はこんな急激なルール変更に踏み切ったんでしょうか。発表された草案を見てみると、一番の目的は消費者の健康を守り知る権利を保障するためなんですね。要するにただの事務的なルールの変更じゃなくて、アレルギー反応からお客さんを徹底的に守るぞという台湾 FDA の本気度の表れなんです。そこで気になるのがセクション3、24種の特定香料成分です。台湾 FDA は具体的にどの成分に目を光らせているんでしょうか。はい、これが台湾 FDA が実際に発表した公式のインフォグラフィックなんですが、すごくわかりやすいですよね。ここに載っているのがまさにターゲットとなっている24種類の香料アレルゲンです。先ほど言ったアミル系ヒアルデヒドとかベンジルアルコールの他にもシトラールやオイゲノールなんかもリスト入りしています。今ちょうどいろんな意見を集める60日間のパブリックコメント期間中なんですが、いよいよ本格的に動き出している感がありますよね。で、ここからがめちゃくちゃ重要なんですが、表示義務が発生する濃度のボーダーラインがあるんです。このデータは本当に大事なので、ぜひ今すぐスクリーンショットを撮っておいてくださいね。シャンプーみたいな洗い流す製品の場合は、濃度が 0.01% を超えたらアウト。保湿クリームみたいな洗い流さない製品の場合は、なんと 0.001% を超えたらアウトです。最終製品でこの数字を少しでもオーバーした瞬間に、さっきの具体的な成分名を書かなきゃいけなくなるんです。さて中身の濃度の話が分かったところで、セクション4、容器外装への記載事項です。せっかくいい製品を作っても税関で止められちゃったら元も子もないですよね。実際にパッケージの外側に何をどう書けばいいのか見ていきましょう。台湾の化粧品衛生安全管理法第7条で定められている必須項目をざっとまとめました。製品名に特定アレルゲンを含んだイン CI ベースの全成分表示、そして内容量、製造年月や有効期間、製造業者や輸入業者の情報ですね。ここで絶対に気をつけたいのは、イン CA 名は含有量の多い順に正確に並べないといけないってことです。これ意外と落とし穴なので気をつけてくださいね。物理的な印刷のルールも決まっていて、絶対に色あせしないインクを使って印刷するか、エンボス加工するか、スタンプでしっかり印字しないといけません。でもいやいや、口紅とかアイクリームみたいに小さい容器にそんな全部書ききれないよって思いますよね。安心してください。
パッケージの最大の表面積が40平方センチメートル未満の場合は、例外としてタグとかリーフレット、別へのカードを使って表示することも OK とされています。助かりますよね。さあ、いよいよ最後のステップ、セクション5、PIF における香料の扱いです。パッケージのルールはクリアしたので、次は内部文書です。この香料の情報を台湾の製品情報ファイル、いわゆる PIF の中にどうやって落とし込んで裏付けを取っていくか、ここが腕の見せ所ですよ。実際の PFF の成分リストのサンプルを見てみましょう。ほら、9番目のところに単にフラグランス、香料って書いてあって配合量が載ってますよね。でも新しいルールが始まると、安全性をチェックする担当者はこれじゃ不十分だ、もっと細かく見せろってなるんです。もう香料の一言で済ませられる時代じゃなくなるんですよね。じゃあ具体的にどう動けばいいのか。明日から今日からすぐ原料サプライヤーにお願いすべき3つのアクションをまとめました。ステップ1、まずは香料サプライヤーから最新の IFRA 証明書をもらってください。ステップ2、製品にさっきの24種類のアレルゲンがどれくらいの濃度で入っているのか正確に計算します。そしてステップ3、そのデータを PIF の安全性評価、いわゆる CPSR のパート B にしっかりファイリングする。この確実なステップを踏むことが何よりの防衛策になります。ちなみになんで IFRA 証明書なのかってところなんですが、台湾の PIF ガイドラインに面白いことが書いてあります。メーカーは通常香料の完全な組織を手に入れられないため、サプライヤーは最新の IFRA ガイドラインに沿った証明書を出さなきゃいけないと。つまり台湾の規制当局も香料のレシピが企業秘密で教えてもらえないって原画の苦労をちゃんと分かってるんです。だからこそこの IFRA 証明書がコンプライアンスを満たすためのいわば魔法のパスポートとして公式に認められているわけです。さて皆さん、いかがでしたか？台湾での香料の扱い方とパッケージへの表示ルール、かなりクリアになったんじゃないでしょうか。最後に一つ皆さんに問いかけさせてください。あなたのブランドの PIF とパッケージは台湾がこれから迎えるこの超厳格な工業透明化の新時代に向けてもう完璧に準備できていますか？今日お話しした濃度のボーダーラインや表示のルール、ぜひ今すぐ自社の製品ラベルや PIF と見比べてみてください。今回の解説が皆さんのスムーズな台湾進出とビジネスの大成功のきっかけになれば本当に嬉しいです。それでは